日本人って本当に優しいと思いますか？実は日本に来た外国の方の中でもちょっと優しいと感じる人と、いや日本人はちょっと冷たいなぁと感じる人に分かれることがあると思います。同じ日本なのにどうしてそんな違いがあるのでしょうか。今日は日本人は本当に優しいのか冷たいのかについて、今日はゆっくりと日本語でお話ししていきたいと思います。シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストではゆっくりと自然な日本語で日常会話や日本の文化についてお話ししていきたいと思います。ぜひリラックスしながら最後まで聞いてもらえると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。前々回の動画と少し風邪気味だったのですが、やっと少しずつ喉の調子も良くなってきたんじゃないかなと思います。前々回の動画は少し聞きづらかった部分があったかもしれないのですが、今からまた風邪をひかないように体調管理頑張りながらポッドキャストも楽しく続けていきたいと思います。よろしくお願いします。早速最初にお話ししたんですけど、日本人は優しいのかについて今日はお話ししていきたいと思います。皆さんは日本人の優しさについてどんなイメージがありますか？日本旅行に来てくださった方は特に日本人と接する機会が多かったのではないかなと思うのですが、皆さんの国にいても旅行や留学、仕事をしている日本人と会ったこともある方もいると思います。その時の日本人の印象はどうでしたか？優しかったですか？それとも少し冷たいなと感じましたか？海外の人から見ると日本人は優しいと言ってくださることが多いような気がします。実際に私も少しですが海外旅行に行ったことがあったり、今は韓国に住んでいるんですが、いろいろな国の方とお話しする中で日本人は優しいねって言ってもらう機会がたくさんありました。日本人が優しいと言ってもらえる理由を少し考えてみたのですが、一番はありがとうと本当にたくさんよく言うなと思います。何かしてくれるたびに小さいことでも日本人はありがとうとよく言っている気がします。私も今までいろんな国の方々とお話ししてきたのですが、何がいいとか悪いとかではなく、私以上にありがとうっていう他の国の人にまだ会ったことがないなと思うのと、何かをしてくれてありがとうと私が言うと、今の何がありがとうなのってありがとうを言ったことに対して疑問に思われたことも実はあります。また私の経験だけじゃなくても、特に日本に旅行に来てくださった方は感じた方も多いんじゃないかなと思うのですが、旅行に来てどこかのお店に入ると店員さんがとっても笑顔でいらっしゃいませと言ってくださると思うんですね。また外国の方と分かっていたらゆっくりお話をしてくださったり、丁寧に説明をしてくださる方も多いと思います。それと電車などで少し体調が悪かったりとか、困っている人がいたら席を譲ってあげたりする方も多いんじゃないかなと
思います。私も日本のこういうところはとても素敵だなというふうに思います。ですが、日本人の優しさについて反対に冷たいと感じる人もいるのかなというふうに最初で少しお話ししたのですが、この理由を考えてみたんですけど、日本人の優しさは少し特徴があるのかなというふうに思います。例えば日本人はあまり強く意見を言わないことがあります。相手の気持ちを考えてはっきりと自分の気持ちを言わないことがあります。はっきりと物事を伝えることが優しさだとする国もあれば、遠回しに自分の気持ちを伝えることが優しさとされている国もあると思うのですが、日本はどちらかといえば遠回りしてゆっくり自分の思いを伝えるのが優しさとされている国だと思います。また日本では空気を読むという考え方があります。この言葉は皆さんの国でも似たような言葉がありますか？この空気を読むという言葉は、周りの雰囲気を見て相手がどう思っているのかを考えてから行動することを言います。なので、道端でもし困っている人がいたときに、すぐに大丈夫ですかと声をかけて助けてあげればいいのですが、今本当にこの人は困っているのかな、私の助けが必要かなとか、すでに他の人が助けに来ているのかなと少しキョロキョロと困っている人と周りもちょっと確認する人が多いんじゃないかなと思うのですが、この人が本当に困っていて一人で助けがないともうダメかもしれない。そうなった時にやっと大丈夫ですか？どうしましたか？助けが必要ですか？こうやって声をかける人も実際は多いんじゃないかなと思います。すぐに声をかけて、もし相手が助けが必要がなければ分かりましたと言って終わればいい話なのですが、日本人はもし助けが必要じゃないなら無駄な声をかけてしまうのは少し申し訳ない気もするとか、一人でたくさん考えてしまって声をかけるまで少し時間がかかってしまう方だと思います。こうやって話しているとすぐに声をかけてあげてよと思うのですが、私自身もどっちかといえば周りを見て声をかけてしまうようなタイプです。なので日本人の優しさは少し静かで控えめな優しさかなと思います。でも一つだけ日本のいいところをお伝えさせてもらいたいなと思うのが、皆さんの国でお財布をなくしたらどうなりますか？自分の手元にまた帰ってくることはありますか？日本では 100% とは言えないんですが、お財布をどこかでなくしても、道端にお財布が落ちていたら警察に届けてくれる方、本当にたくさんいます。私も一度お店で CD を買ったことがあるんですね。ずっと欲しかった CD でやっと手に入ってすっごく嬉しくて、お会計が終わった後になんとなく財布をレジの台に置いちゃったんですね。それで CD だけありがとうございましたって受け取って、お財布をそのままその台に置いて忘れて帰っちゃったんですよ、お家に。そんなことも知らずにお家に着いてからもお財布がないことに気づかなかったのですが、お店の店員さんが
警察に届けてくださって、警察の方から電話があって、お財布を忘れていますよということで連絡が入って、そこで私はお財布がないってことに気がついて、急いで警察署に取りに行ったこともありますすっごくアホな話にはなるんですけどこんなことは他の国ではあんまりないというふうに聞いたのですが、皆さんの国ではどうですか？大事なお財布なくしても帰ってきますか？優しい国であると同時に安全な国とも少し言えるのかなというふうに思います。はい、ということで今日は日本人は優しいのかについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？皆さんの国ではどんな行動や言葉が優しいとされていますか？また日本人の優しさについてはどう思いますか？ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常会話や日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。